もし自分の夢に投資してほしいならトパーズとカブを訪ねるといい。もし借金から逃げているのならきっと君は彼女たちに会ったことがあるだろう。夢を叶える投資家、追い打ちをかける取り立て屋、このコンビに対する世間の評価は賛否両論だが、人々は口を揃えて称える彼女たちの投資観、プロ意識、そしてチームワークを。本日紹介するのはスターピースカンパニーのエリートとその相棒、トパーズ&カブだ。今日は私の同僚カブを番組に招待した。はは、こんにちは。一つ聞きたいんだけど、トパーズさんがお金持ちって本当？小動物が大好きっていうのは？じゃあフクロウは好き？喋れるフクロウとか。いやまさか。ただ私の番組はなかなかの視聴率だからトパーズさんも投資を考えてくれないかなって。ほらこのスクリーン明るくて大きいから反則もはかどると思うんだけど。じゃあ少し口添えしてくれないかな。もちろん分け前については大相談で。やったー。では今日の番組を始めよう。トパーズは遵守の運命を歩む炎属性のキャラクターだ。仕事の関係で出張の多い彼女は優れた取り立てスキルを身につけている。通常攻撃では自身の攻撃力に応じて指定した敵単体に炎属性ダメージを与える。そのとコインをまき散らしてるの？ハイリスクハイリターンな稼ぎ方を思いついた。特殊債務ピケ部隊のリーダーとして武力行使には正当な理由が必要になる。彼女が武器を向けるのは借金を返さないものだけだ。戦闘スキル支払い困難を発動するとトパーズは指定した敵単体を負債証明状態にしてその敵が受ける追加攻撃のダメージをアップする。そしてカブを放り投げ敵単体に炎属性ダメージを与える。この攻撃は追加攻撃とみなされるぞ。特筆すべきは味方のターンの時にフィールド上に負債証明状態の敵がいない場合ランダムな敵を負債証明状態にできる点だな。負債証明状態は最後のターゲットに対してのみ有効でトパーズが戦闘不能になると敵の負債証明状態は解除されるぞ。戦闘が始まるとトパーズはカブを召喚して戦闘をサポートする。カブには初期速度が設定されていて行動時に追加攻撃を行い負債証明状態の敵にトパーズの攻撃力に応じた炎属性ダメージを与える。そしてカブ以外のターンで負債証明状態の敵が追加攻撃を受けるとカブの行動順が早まるんだ。特定の軌跡を覚醒するとトパーズの通常攻撃が追加攻撃とみなされ通常攻撃でカブの行動順を早められるようになる。戦場は市場のように目まぐるしく変化するが天才投資家のトパーズは時期を見極めて収益の最大化を図れる。必殺技を発動するとカブが心躍る上昇幅状態に入りダメージ倍率と会心ダメージがアップする。そして負債証明状態の敵が通常攻撃、戦闘スキルまたは必殺技を受けた時カブの行動順も早まるんだ。そうこの状態は長くは続かない。数回攻撃を行うとカブの心躍る上昇幅状態は解除される。マップの探索中トパーズに切り替えるとカブが召喚される。カブは一定範囲内の普通の戦利品と次元プーマンを勝手に捜索する。私も大好きだ。見つけたら追いかけるくらいにな。秘技を使って戦闘に入るとカブの最初の攻撃の後トパーズが EP を回復する。秘技を使ってマップ上の敵との戦闘に勝利した後もトパーズがパーティーに残っている場合追加で少量の信用ポイントを獲得できる。ただし1日に獲得できる額には上限があるぞ。また模擬宇宙で秘技を使用して戦闘に勝利すると追加で少量の宇宙のかけらそして低確率でランダムな器物を1つ獲得できる。お、ちょうど鉄の塊が現れたな。忘れないうちに今日学んだ取り立てスキルを復習しよう。まずはトパーズが戦闘スキルを発動。敵を負債証明状態にすると同時にカブが一撃を加えた。
そしてカブのターン、再び強烈な攻撃をお見舞いする。眼筋に利息を乗せて債務者をめった打ちだ。それに美月選手が続く。戦闘スキルでトパーズにバリアを付与。これで攻撃される確率が大幅にアップした。そうトパーズが攻撃を受け、美月なのかが追加攻撃を発動することでカブの行動順が早まる。トパーズが主導権を取り戻した。満タンの EP こそが勝利の資本だ。必殺技でカブが強化された。そして再びトパーズが戦闘スキルを発動。カブの攻撃がさらに強化される。今の攻撃は追加攻撃とみなされるため、カブの行動順が大幅に早まった。カブの追い打ち、戦場に激しい竜巻が起こる。雨のように降るコインは取り立ての成功を祝う盛大なフィナーレだ。大金帰宅それでこの番組に投資する価値は？もう結論が出たの？さすがプロ。どれどれ一手請求は平均放送時間が5分を超え、約2週間に1度のペースで放送されるため、ショートムービーを好む市場および各主流メディアの推奨アルゴリズムには適合しない。司会の言葉遣いは堅苦しく退屈で、内容もハードコアのため対象は垂直市場に偏っている。以上のことから当該番組は幅広いマーケティングや販促には適していないと考えられる。戦略投資部の企画概要。一手請求に資金投入を行い、番組の決定権を引き継ぐ。その後番組の内容とターゲット層を再設定。喋るフクロウを売りにしたショートムービー形式のペット番組にする。もう退勤したい。